解説コーナーが始まる。って何なのだこのムキムキのザビエルは。私たちと一緒に楽しく科学と歴史を学んでいくわよ。今日のテーマは教科書の落書きでおなじみの彼ね。いくらなんでも本当はこんなマッチョな人じゃなかったはずなのだ。ふふ、肉体ではなく頭脳がマッチョだったのよ。この動画を見ればザビエルと彼がいたイエズス会がどれだけ世界を動かしたかがわかるわ。最後まで見てちょうだいね。パリの学びやロヨラのもとに集い7人、世界を救う団体の名はイエズス会。イエズス会ってキリスト教のグループなのだ。ただの宗教団体じゃないわよ。創設メンバーの7人は当時最高峰のパリ大学で出会ったエリートたちなの。だから教育をすごく大切にしていたのよ。イエズス会は世界最先端の教育機関だった。そしてイエズス会が世界最先端の教育機関になったのには実は日本の影響もあるのよ。どういうことなのだ。ザビエルは戦国時代の日本にキリスト教を伝えに来たんだけど、日本人の理性や知性の高さにすごく驚いたの。昔の日本の人たち賢かったのだ。そうよ。それでイエズス会はもっとしっかり教育しないとこんなに賢い人たちに教えを広められないと思って、さらに教育に力を入れたの。相手が賢いから自分たちもレベルアップしたのだね。極東の地で頼りになるのは圧倒的なトレーニング。敵の攻撃受け止めるのは積み重ねられた教育と科学。圧倒的トレーニングってどういうことなのだ。イエズス会の宣教師になるにはなんと10年を超える厳しい教育が必要だったの。そのカリキュラムは当時世界最高峰で、彼らはただの宗教家ではなく鍛え上げられた知の戦士だったのよ。まさに知的なマッチョ集団なのだ。以前紹介したクリスティーナの推し活にもその影響が現れているわ。どういうことなのだ。あの曲に出てきた大天才デカルトも実はイエズス会の学校で学んだのよ。クリスティーナ女王がローマに移住したのもイエズス会の知的な素晴らしさに惹かれたからというのが理由の一つなの。あの二人もイエズス会と関係があったのだね。仏が描いた四角い宇宙、マットのように強く揺れる。その固定観念を打ち崩し、うなれ地球儀ジャイアントスイング。ジャイアントスイングってプロレスの技なのだ。そうね。西洋の最新科学で日本や中国の固定観念を打ち崩したのよ。でもその後イエズス会はだんだん衰退していってしまうの。どうしてなのだ。望遠鏡という名の魔眼が暴き出した真の宇宙。その果てしない深淵に恐れをなし、彼らは自ら作り上げた古き箱庭にすがりついたのよ。頼った先はかの偉大なる貴子の教え。されど、新たなる発見から目を背ける者に、歴史を紡ぐ資格はないわ。またメタンの中二病妄想が爆発してるのだ。要するに、新しい事実にビビって古い考えにしがみついたってことなのだ。古本、そういうことよ。イエズス会衰退の原因は、カトリックの教えと科学的な技法を両立させようとした中途半端さ。彼らはカトリックの教義と最新科学を無理やり両立させようとしたの。それがガリレオ・ガリレイとのエピソードによく現れているわ。どんなエピソードなのだ。地球が中心という教義を守るため、ガリレオの地動説に対抗してティコ・ブラーエの古い学説を無理やり復活させようとしたのよ。いくらティコが偉大だったとはいえ、それは肉眼観測の時代の学説だもの。望遠鏡の時代には通用しなかったのだね。そういうことよ。他にもカトリックの教義を重視する中途半端な振る舞いがあって、卒業生のデカルトたちからも強く批判されたのよ。俺が磨いた理性は一人、神の手を離れ歩き出す。置き去りにされた我らの祈り、力を失うイエズス。この切ない歌詞がイエズス会の結末をよく表しているわ。プロレスが最強だと信じて猛特訓したけど、トレーニング方法だけを他の格闘技が取り入れちゃった感じかしら。すごくわかりやすいのだ。トレーニング方法だけが世界に広まったのだね。でも彼らの業績が消えたわけじゃないわ。
それでもイエズス会が生んだトレーニングは世界を変えた。ひたすら知性を鍛え続けたイエズス会の人々の姿は今も私たちの心を打つわ。彼らを批判したデカルトだって自分の本が母校であるイエズス会の学校で教科書にされることを夢見ていたのよ。文句を言いつつも母校を認めていたのだね。今日のまとめなのだ。一つ、イエズス会はパリ大学出身のエリートが集まった世界最先端の教育機関だったのだ。二つ、でも宗教と科学を両立させようとして中途半端になっちゃったのだ。三つ、それでも彼らが磨き上げた科学的な考え方というトレーニング方法はその後の世界を大きく変えたのだ。バッチリよ。ずんだもん。イエズス会の人たちが残した情熱は今の科学の基礎になっているのね。今日も最後まで見てくれてありがとうなのだ。面白かったらチャンネル登録と高評価をお願いするのだ。コメントも待ってるずんだ。チャンネル登録すればあなたの脳細胞もイエズス会士のようにビルドアップされて鋼の知性を手に入れられるかもしれないわよ。さあ、ナレッジプロテインを摂取なさい。さて、次回も実は教育に関係した曲だけど今度は遊びがテーマなのよ。なんだか楽しそうなのだ。それじゃあまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。